皆さんごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。はじめまして、国民的美魔女コンテスト8回生の柳優子です。48カラットです。私は吉澤真紀子、48カラットです。私は東正美、第5期48カラットです。私は西田清美、54カラットです。なんかいよいよ私たちがこの美魔女スタイルに出ることになりましたけど、どうですか？緊張してる？ドキドキしてるねえ、私もね。でも楽しいね。大丈夫ですか？鼻水出てる。大丈夫？みんな大丈夫？実はね、みんな花粉に困ってるメンバーなんだよね。花粉ってなんかこう美容にすごい左右されない？確かにね、お肌のお肌とか感じだったりとか、ね、メイクもちょっとしづらかったりとか、結構大変だよね。ということで今日はね、ちょっとこの花粉の対策についてみんなでいろんなアイデアやね、お話をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。レッツ美魔女。くしゃみです。花粉ひどいから行こう。もう外の花粉すごかったね。大丈夫？風が強いとできるんだよね。もうね。ムズムズって感じだったよね。私もね、実は高校生の時からもう花粉症。高校生？そうなの。じでゃあ何年だ？何年だ？ちょっとね、数えるの30年ぐらい前かな。何年か？そう、30年以上前になるんだけど、なんか学校がね、結構山の上にあって、当時すごい花粉症とかそんな騒がれてない時に、なんだこの鼻のムズムズはって言って、もう学校の担任の先生にいつも心配されるぐらい。私は割と最近で4年ぐらい前から。そう、私はもう花粉症には絶対ならないと思ってる。なんか自信があって。でもよくいるよね。なってないっていう人いるよね。そうそう、ならないと思ってたんだけど、なんかおかしいなってなって病院行って、そしたら花粉症って言われて薬もらうようになる。わかる。認めたんだね。認めたんだね。花粉症になりました。わかるわかる。私ももともと結構アレルギー体質で、ひどいともう夜鼻が詰まって眠れなかったりとか、わかる。粘膜がとにかく全部腫れ上がるから、朝起きた時に目が一重になるぐらい腫れてたりすると、テンション下がるわよね。私ももともとだから花粉症じゃなかった、認めてなかった、認めてなかった。大丈夫。最初みんな認めないんだよね。ただちょっと鼻炎があってちょっと辛いなって思ってたのが、なんか最近すごいもっと鼻詰まっちゃうみたいになって、もう目もかゆいしと思ったら目の皮とかも抜けてきちゃって、こういう後ろの方とかもなんか赤くなり始めて、いやもしかして花粉症かもと思って病院に行ったら、いやもう花粉症ですみたいな、そんな感じです。されちゃう。ちょっとみんなの対策知りたい。知りたい。なんかたくさん並んでるけど、すごい。みんなそれぞれ違うよね。みんな違うの。私がすごいおすすめしているのはこのエッセンシャルオイル。花粉症に効くエッセンシャルオイルっていうのがあって、ペパーミントだったりとかユーカリ、レモン、ラベンダーとかそういったのを自分でね自作するんですけど、はい、そう。でもすごい簡単なの。エッセンシャルオイルを入れてココナッツオイルを入れるだけでこういったロールオンの自作でできるのね。これはどこにつけるんですか？これはこうやって手首につけてあげてもいいし、すごいよ。ユーカリ？そうそう、ユーカリとペパーミント。お花のこの下のところ、ここにちょっとつけてあげると実際に鼻がスーッて通るから、これをね持ち歩きにも便利だし、すごくおすすめ。あとこれはスプレータイプにしてるんだけど、ちょっと空気がさ、ちょっとくすんでるなとか、ちょっとすっきりしないなとかっていう時にこれを一振りシュッと空気がねスッと。確かに。スーッとする匂いね。そう、すごくね
リフレッシュ効果もあるからすごくこれもおすすめで、ちょっと台湾のお友達に聞いたのが、これグリーンオイル、これはねちょっと匂いがきついかもしれないんだけど、ちょっと匂ってみて。あ台してある湾のそうそうそう、台湾のあ、でもすごいジャスミン、なんだ？タイガーバームみたいな感じあのー香りがうんそうするんだけど、湿布薬みたいな効果もあって筋肉痛なんかの時にも塗ってあげたりとか、お鼻の下とか塗ると結構これがねスーッてするのが長持ち。花粉で頭痛とかもあったりするから、そうそう、ね頭もすっきり頭もすごくすっきりします。うんあとやっぱりお肌って結構影響出ない？花粉出る出るよね。で、私お肌にすごくいいなと思ってるのがこのイソップルーセントフェイシャルエッセンス、美容液なんだけど、本当ね花粉の揺らぎ肌っていうのあれがなくなる。あと目もあるでしょ。これはアイセラム、同じイソップなんだけど、目の周りにつける美容液になるんだけど、これを使ってあげると本当ね花粉をなんか弾いてくれる感じ、寄せつけないみたいブロックしちゃな、感じで乾燥だったりとか潤いもこれが補給してくれるからすっごくおすすめです。晴れなそう。そうそうそうでしかも香りがいいからこれもすごく癒される、でもみんなちょっと気になってるのあるかもしれない。何これ？そうちょっと気になるよね。これヨガの時に使う鼻うがい用のヨガで鼻うがいってそうそうで。なの。実際にお水入れて、でここにこうやって通してあげる。で反対の鼻から水を流してあげる。すごいここから出てくるんですよ。ちゃんと出てくる。ちゃんと出てくる。でもね、これってちょっとやっぱ怖いじゃない？実際やるのが。で、私はこの市販で売ってるこれポンプみたいになってるから水を入れて、で痛くないようになる粉末があるんだけど、それとシェイクして、これはポンプでシュッて押したらスッて反対から出てくる。力は出てこないの？そう、口からは大丈夫。反対側から出てくるんだ。私も鼻うがいのやつ持ってるけど、反対から出てこない。私はミントの香りがして中に全部薬剤も入ってるんですけど、こっちのちっちゃいやつに移して鼻をこのまま洗浄するんだけど、私やり方が悪いのかな。こうやってするとそのまま同じ場所から出てくる。同じ場所から？でもこれをスッてやるとすごいこう洗浄されてる感じがするね。だから右も左も前かがみになって反対側のやってない方の鼻を下にしてあげると出やすいかも。もしかしたら知らないうちに出てるかもしれない。そうかね、出てるかもしれない。けどでも本当すっきりするよね。いいよね。すごいわかる使ってみたい。これなんだけど花粉症に効くティートリーとユーカリ、これをワセリンに混ぜてはいはい。鼻のこの縁にああ、なるほどね。つけて使ってます。ああ、いいかも。お医者さんからブロックするのにワセリンがいいって言われて、あ、そうだ。私もちょっと真似してみよう。ワセリン。これみんなしてると思うんだけど、鼻詰まりとか鼻水とかがひどい時にシュッて鼻にすると楽になるの。本当にこれ効くからちょっとおすすめ。あとはこれ髪の毛とかお肌とかにシューってすると花粉が寄ってこなく、そうそうそうお顔もいけるそう、の？お顔も髪の毛もいける。いいね。これもおすすめだからちょっとやってみてね。それでマスクみんな何やってる？あー確かにみんなすごいマスク。やってる。ねこれめちゃめちゃおすすめなんだけど、フェイスピックっていう韓国のブランドなんだけど、大きいの、大きくてくちばしみたいに本当に前の方に出てるから口紅とかがつきにくくなて、るほど。ちょっと比べてみない？大きいかもやっぱり。大きいよね同じ立体タイプだけど。ほら小さいもん。ほらこんなに違う、こんなに。本当だ。私の小さすぎる？もしかして。みんな小顔だからかな。あ、確かに大きい。大きいでしょ？大きい。本当だ。なんか可愛いね。しっかりブロックできそう。私のもこれ立体なんだけど、メイクがつきにくいフィルターが中に加工されていて、そんなに今のみたいにくちばしみたいには尖ってないけどつきにくいタイプだね。
私前にメイクしっかりしてて、マスクしてた時にね、外して置いといたの。そしたら「これ誰の?」って言われた時にメイクがぺったりついてて、もう恥ずかしくて「私の?」って言えなくて黙ってたんだけど、なんかそういうこともあるから本当にマスクは気をつけてる。なんかマスク一つでもみんなそれぞれね、ちゃんとねこだわりがあるんだね。面白い。他には？花粉の時期は特にメイクを薄くしてるの。なるほどね。例えば下地はこれローズベージュかな、とグリーンを使ってるんだけど、赤みがあるところにはグリーンを使ってて、ローズピンクは白っぽくしたいところに全体的に塗ってるんだけど、これはマスクにほんとつきにくくて、ついてるんだろうけど色がつかないからこれがよくて、これの上にパウダーを塗って、これも真っ白なのでこれもマスクにはつかない。そしてこのやっぱりマスクをしてるところ以外の部分をきれいに見せたいので、このディオールのこれ、ルミナイザー、この白がめちゃめちゃ可愛くてキラキラするから、見えるところにちょっって塗って使ってるの。ね、それとなんかいいよね。これいいよね、これいいよね。うん。あと目元のメイクなんだけど、これほんとねつきにくいクリオンのアイライナーなんだけど、韓国のオリーブヤングで聞いたんだけど、これが一番取れないって言って店員さんに教えてもらって、これを落とす時にはこれじゃないと落ちないんです。一緒に塗ってるんだけど、これじゃないと落ちない。だから花粉症で目が辛くて涙が出ちゃったりとかしてもメイク取れない。メイク取れない。大丈夫。大事。で目元もねちょっと可愛くするためにキラキラがいっぱい入ってる、いろんな、これもいろんな色があるんだけど、すごい細かく分かれてる。あと涙袋も私結構気使ってて、ここまでじゃないマスクって、だからびっくりさせて、その上にこのキラキラのところを涙袋の真ん中あたりにちょっとだけのせてます。なるほどね。確かにマスクしちゃうとアイメイクすごい大事だもんね。わかるわかる。あとは口元、これエチュードのティントなんですけど、もともとアートメイクしてるからちょっと色はついてるんだけど、ちょっと物足りないから、これで塗ってティッシュで押さえておいてマスクをするの。でも外さなきゃいけない時もあるでしょ、そういう時はこのねレチノールが入ってるこれをつけてツルツルにして潤いを出してます。結構ねメイクはこだわってる。そう私だけだねメイクのこんなに持ってきてる。メイク大好きだけど全然知らなかった。後で試していい？やらせてもらう。みんなの試したね。私は同じようにお出かけする時には必ず先ほどのご紹介があったみたいなマスクをして、そしてサングラス、今花粉対策用のちゃんとしたゴーグルとかもあるんだけど、そうだけど私はおしゃれ重視で、確かにね。これはちょっとフェラガモの普通のサングラスなんだけど、これをちょっとフレームも大きいので、もうこれをしてマスクをして、そしてもうガードしてお出かけするっていう感じで、帰宅したら必ずこちらみんな見たことあると思うんだけど、コンタクト外してすぐにこちらのアイボンで目を洗うようにしてるんだけど、これが本当にすごくて、ものすごい汚れやほこりが取れるの。なんかこんな汚れてたのってびっくりするよね。やっぱり花粉の時期は目がゴロゴロしたりね、そういうことも多いと思うので、これで必ず目を洗っています。それからアレルギーの体質を元から改善しようっていうことで、私はそうアレルギーの体質改善に腸活をいろいろ実はやっていて、そのうちの一つがこちらの飲むヨーグルト。これはカゴメのラブレを私はよく飲んでるんだけど、これのいいところはね、コレステロールゼロで脂肪ゼロ、砂糖不使用、100% 植物性なんですよ。なので健康にもいいしっていうことでよく飲んでいます。そしてこちらがベルヌワ150っていうサプリメントなんだけれども、粉になっていて、こちらを1日1包、ひどい時には2包ぐらい飲んじゃったりするんだけど、これを飲み始めたらちょっと花粉症が緩和されてきたの。すごい。もううちはもう夫婦で飲んでます。おすすめ。
これね、乳酸菌のサプリメントなの。なので腸の力で健康サポート。腸活大事だよね。大事。それからこちらはね、カカオグラノーラなんですけれども、食物繊維が特に豊富に含まれているグラノーラなの。もう間食の甘いもの、スイーツを食べる代わりにこちらに変えて、私はダイエットにもなるし腸活にもなるしということで、こういう感じでゴロッとなるほど。これがヨーグルトとか、なんか牛乳とかかけて食べても美味しいけど、このまま私はガリガリ食べちゃってます。とっても美味しいので。なんかまだあるよね。まだなんか出てきた。出てきた。出てきた。これちょっと専用ゴーグル、ピンクで可愛いね。可愛い。これなんか水中メガネみたいに顔にすごいぴったりフィットする。フィットするんだ。ちょっとおしゃれ感はあんまりないんだけど、色が可愛いからね。しっかりつける。可愛い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 。戦隊ヒーローみたいじゃない？なんか可愛い。ワンちゃんが走っても絶対取れないし、しっかり密着してる。でこのまあ帽子。つけられるかな。あれしてるかな。もうちょっと広げた方がいいかも。ちょっと可愛く怪まとめてるから。しくない？でこのダブルでマスクをして、こうやってここにでも絶対引っ掛けるとこがあるので、こうやってなるほどね。結構後ろの方に引っ掛けるんだ。結構これで走って一緒に散歩してなんか小顔効果すごくない？効果すごい。ちっちゃくなってる。小顔効果ある？すごいある。ちょっとそこは気づいてなかった。もう花粉のことしか考えてなかったからね。もうだからこんだけね、なんか防いでるとね、入ってこないよね。でも私歩いてたら覗いちゃうかも。どんな顔の人が女優さんかな？女優さんかなって思っちゃう。こんなおしゃれではないけど、一応花粉はバッチリ。バッチシバッチシ。ブロックしてます。ブロックしてますね。他には何かあるの？これみんな知ってるよね。マヌカハニー。これがすごく花粉症にいいって言って取り入れてるんだけど、小さじ1杯ぐらいをヨーグルトに一緒に混ぜて食べたりとか、水にちょっと溶かして目のパックしたりとか。花粉の時ってすごい目こすっちゃって、私結構皮とかも抜けちゃうタイプで真っ赤になっちゃうから、これでパックするとなんか肌を回復する。あとはこれなんだけど、何これ？入ってるんだろう。これ乳酸菌生産物質って言って、腸第二の脳とかいうぐらい腸活大事じゃない？で免疫上げるためにこれを朝スプーン1杯ぐらい飲んでる。どんな味する？酸味が少しある。で飲み物にちょっと入れたりとか、サラダにこう振りかけたりとか、だから常時バッグに入れてて、これ使ってる。これを使い始めてからすごく免疫が上がって、花粉症良くなっただけじゃなくって肌の調子も良くなって、こういう赤みとか結構改善されてきて、約1年ぐらい使ってるけど、すごくこれおすすめです。あとこれは病院からもらったやつなんだけど、ステロイド入ってない。これも目元。アレジオン眼瞼クリーム、なんと世界初の塗るタイプの花粉症のお薬です。クリーム状で肌にスッと馴染んで、ベタつきも少なく、夜つけて寝ると翌朝には赤みも収まり、かゆみも落ち着きます。タイムレスビューティー。なんかみんなね、それぞれのね、花粉対策だったけど、そうだ、これどうしてもみんなに伝えたかったやつがあって、鼻が通らない時に通る片鼻呼吸っていう呼吸法がヨガであるのね。で、鼻が詰まってる時ってすごい辛いじゃない？それを通してくれる方法だから、ちょっとみんなで一緒にやってみない？簡単にできるからね。親指を右の鼻に当てて、で人差し指と中指はこんな感じで曲げてあげて、この薬指で左の鼻を押さえていくのね。でまず左の鼻の穴の方、薬指を開けておいて、右の鼻を閉じておきます。で吐きます。
吸って、左を閉じて右を開く、右から吐いて、右から吸って、これを自分のペースでいいから順番に右の鼻、左の鼻っていう風に呼吸を通していくのね。そうすると最初ちょっと詰まってたなって思う鼻も徐々に通りが良くなっていく。で、今ちょっとさ、みんなさ、呼吸ゆっくりしてるじゃない？すごい落ち着いた気持ちにならない？なるでしょ？そう、自律神経も整えていくことができるから、これすっごくおすすめ。そう、だいたい5回ぐらいやってあげると両方の鼻の通りが良くなってくるので、ぜひみんな何の道具もなしでもできるので使ってみてください。でみる、ありがとう。皆さんにもぜひおすすめです。ということで、私たち4人の花粉対策ご参考になりましたでしょうか？今女スタイルのチャンネル登録、いいねボタン、コメントもお待ちしています。